はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。今日はですね、アメリカの自動車保険について解説していきます。大きく分けて2つの保険をここで説明します。強制保険である対人対物、英語で言うとライアビリティカバレッジですね。で、それからオプショナルカバレッジ、いわゆる任意保険。これは、車両保険ですね。車両保険は2種類あります。コリジョンカバレッジ、それからコンプレヘンシブカバレッジ。そして、もう一つが、無保険者保険ですね。これは英語で言うとアンインシュアードモータリストですね。で、車両保険のコリジョンカバレッジっていうのは車同士の事故のことを言いますと。車同士で事故をしてしまって自分の車が傷ついてしまった。で、それに対する保証が、コリジョンカバレッジと言います。で、もう一つが、コンプレヘンシブカバレッジという車両保険ですね。これはですね、車同士の事故以外での自分の車に対する保証になりますと。例えば車両盗難であったりとか、落下物による破損だったりとかですね、あとは災害ですね、洪水とか火災とか、あとは動物などがぶつかってきたとか、そういったことによって起きてしまう車のダメージに対する保証となります。で、次に、無保険者保険ですね。英語で言うとアンインシュアードモータリストというですね、保険のカバレッジになりますが、万が一車をぶつけられてしまったと。で、相手が、保険を持ってない場合ですね、保険に加入してない場合に、自分の保険を使って自分の車を修理、それから同乗者の治療費というものがですね、保証できますよという保険になります。で、ここで疑問に持たれた方もいるんじゃないかと思うんですけど、ちょっと待ってと。アメリカって強制保険は対人対物じゃないのと。ということは、相手が保険に入っていないなんてありえないんじゃないのっていうのが皆さんの意見だと思うんですけども、実はですね、これがあるのがアメリカなんですよ。保険料は結構高いですから、中にはですね、対人対物に入っていないで車を運転しているなんていう人も結構いるんですよね。なんで万が一そういった、対人対物の保険、強制保険に入ってない人にぶつけられてしまった場合のことも想定して、こういった無保険者保険とかですね、そういった保険に、入っておくというのも一つだとは思います。なのでアメリカで運転するためには強制保険である対人対物は必ず入らなければいけなくって、それにですねオプションで、車両保険をつけるかどうか、それから無保険者保険をつけるかどうか、これを、任意で選択するという形になります。はい、で次にですね、保険の保証上限額について解説していきますと。はい、で日本だとですね、この保険上限額ってそもそもなくないですか？なんで、この保険上限額が設定されているかというとですね、アメリカはやっぱり訴訟の国ですから、万が一ですね、保険会社が訴えられてしまうとですね、もしこれで無制限なんていう保険をつけていると、もう本当に無制限に無視取られるということになってしまうんですね。なので保険会社が自分たちを守るために保険の上限額を設けているというようなことがですね、これが背景になっています。はい、州によってですね、最低保証額というのが設けられているんですね。つまり最低限ここの上限額のものに入らないと、その州では車に乗っちゃいけませんよっていう法律があるんですよ。カリフォルニア州の最低保証額は対人1人1万5000ドルで、対人1事故あたり3万ドルで、対物1事故あたり5000ドルですね。これがカリフォルニア州で乗るための最低保証額というふうになっています。で、この最低保証額は州によって変わっているので、ぜひですね、皆さんがどこの州で運転されるかをですね、事前に確認して加入するようにしてください。で、この保険上限額に関してはですね、保険会社によってかなり細かく設定されているので、全部説明することはできないんですが、いわゆる一般的に設定されている5パターンの保険上限額についてここで解説していきます。こういった形でですね、5パターンの上限額が決まっていますと。どれくらいの保険上限額の保険を選ぶべきかということ、これもですね、よくお客様から聞かれますが、これはその方のですね、予算感によってもおすすめが変わってくるんですけど、やっぱりですね、その最低の保険ではなくて中級以上の保険というのを私たちは勧めています。で、中級以上っていうとどれぐらいの保険上限額かっていうと、対人1人5万ドルで、対人の1回の事故の合計額が10万ドルで、対物は2万5000ドル。これをですね、私たちは中級の保険というふうに呼んでいますと。できればですね、一つ上の上級保険、対人1人当たり10万ドル、
で、1回の事故の合計額が30万ドルで、対物は5万ドルというですね、この上級保険に加入されることをお勧めします。で、もし余裕があるのであれば、やっぱり最高の保険、対人1人当たり25万ドル、対人1回の事故の合計額が50万ドルで、対物10万ドルですね。この保険に入っておけば、もちろん安心ですが、いろんなお財布事情あると思いますので、私が先ほど説明した中級対人1人5万ドルですね、それか上級対人1人10万ドル、この保険に入っておけば間違いないかなというふうに思います。